皆さんこんばんは。フォーラム8プレゼンツ玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルはスポーツ文化評論家玉木正之が送る既存メディアとは異なる視点でスポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。コメンテーターの玉木正之さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。2026年ははい、新年明けましておめでとうございますはもうすでに言いましたんでいいんではい、すが、はい。2026年はもうスポーツすごいですね。多いですね。大きな大会がね。そうですね。もうはい。初場所は始まっていますああ、けれども、はい。もうすぐオリンピックの冬季大冬季五会、輪。はい。ミラノ・コルジナ、ダンペッチオ。冬季はい。オリンピック大会、パラリンピックがあると。で、はい。パラリンピックと同じような時期に WBC がはい。行われると。はい。そして、プロ野球が、オープン、開幕したとはい。思ったら、すぐにもうワールドカップですワールドカッね。プ来るわけですね。北中米ワールドカップで、カナダ、アメリカ、メキシコはい。を中心に、で、行われて、はい。48チームです48か。チーム。はい。すごいですね。うもう、本ん。当に、これは、サッカージャーナリストの大隅さんと、はい。それと後藤武雄さんが、はい。もう、この前、呆れ返って話をしてくれて、はい。そうですね。年FIFA 末。はなんかは無視して、日本のサッカーを応援しましょうという結論になったということで、あんなもう金の亡者は放っておけというような話になりました。ということで、今年はオリンピックをはじめとして、スポーツの話いっぱいありますんで、はい。新春早々対特談ということ別で、対談。はい。最も話が盛り上がることができる相手の方に来ていただきました。忌憚なく盛り上がることができる相手で、スポーツライターと作家の小林信也さんです。小林さん、ありがとうございます。よろしくおよろ願いします。今年もよろしくお願いします。スポーツ山ほどもう満載なんですけれども、もうだんだんスポーツが嫌いになってきた私と小林さんではないかというふうにふっと思いますが、私がスポーツライターの大学の、で教えたりとか、まあ塾で始めたりとかやったんですが、その時必ず言ったのが、スポーツを嫌いになれということなんですようん。ね。スポーツが好きならスポーツは見ることができないぞ。嫌いになって、でもやっぱりスポーツにはいいとこあるじゃないかっていうところができれば、いいことが、なんと言いますか、スポーツの本質をつかむことができるんじゃないかといううん。ような指導法をしていて、今年も専修大学で教えることになりましたんで、そはい。れを中心にやりたいと思ってるんですが、小林さんはいかがですか？スポーツ嫌いになってきましたですか？いや、もうほとんど口に出すのもはばかられる。そこまで来ましたか。やっぱり特に去年の暮れに、はい。ワールドシリーズが盛り上がったのはいいんですけどね。はい、うん。はい。もう大谷翔平選手のホームランボールが1億5000万ああ、で、こ出てれをましたね。奪い合っているスタンドの風景というのを考えたときに、うん。これはもうなんか、ちょっとあの、微笑ましい光景で、いや、もうすさんだ光景ですようね。ん。すさんだという言葉は本当に当たっていると思いますね。いや、すしかもさん、それを、やっぱり日本のメディアは、やっぱり1億5000万ってすごいね、みたいに、うん。大騒ぎしかしないって、これやっぱりかなりちょっとあれなんかおかしいんじゃないって誰も思わないということうがおかん。しいっていうふうにすなるごく思いましほどね。たね。なるほどね。それでWBC で、まあ、大谷選手のホームランボールを取ろうと思って外野席にチケットを買おうと思ったら5万円だというような値段がついているって。うん。すごいですね、これは。
いやー、やっ私がぱり、メジャーリーグに初めて行った時は50セントでしたけどね、外野席が。それが5万円になるという。これはどうですかね。いや、もう、格差社会そのもので、スポーあツっていうのは本当にそういった貧富の差なく誰でも楽しめるってあ、はい、いうイはい。メージがあったのに、うん。例えばその日本の格闘技の試合でもね、リングあサイドはもう100万、200万、うん。300万みたいのが当たり前っていう、まあ、それがまたスポーツビジネスってすごいでしょという象う徴になってるん。けど、僕、マイク・タイソンのチケットをやっとはい。の思いで、あれ、7万5千円だったかな。7万5千円です。おー。私も覚えてます。はい。私も取材で行きまして、私は自分の自腹を切ってませんで、編集部の方が あ、お金持ってくれたんですけれども、僕はね、自腹はい。を切って、かみさんの分と2枚買ったんですよね。うわ。わあ、すごで、い。ドーム行ったら、確かにアリーナ席だったんだけど、もううん。すぐ後ろにスタンドがあるぐらいのところで、おー。リングがまるで行くように見えたんですよね。なんか、アリーナ席が広いんですよね。なんかすごくね、こんなに遠いところがアリーナ席という。大海原に浮かぶイカダのような、まあ仕方なく右の上を見上げてずっとうん。こう、ビジョンを見ているっていう。な、上にあるビジョンを。それであも、それが今や、ほとんど外野席の値段ですもんね。そうですよね。野球の外野席がなんで何万もするのかというのは、これは本当ひどい話だと思いますけれども、スポーツビジネスというのが何か一般的になってしまったっていうか、これは何が悪いのかっていうのをこれから今週ずっとそれを追求していきたいと思うんですけどね。はい。かつて私が覚えているのは、2011年でしたか、東日本大震災の後に、日本の女子サッカーのなでしこジャパンが世界一になりましたですね。はい。その時に三山選手が最後に延長の後半2対1で負けている時にコーナーキックを蹴って、それがゴールにつながって引き分けて、あと PK 戦で勝って世界一になったと。それ素晴らしいことだったんですけれども、その後に宮山選手がインタビューでですね、これ優勝はしたけれども、女子サッカーが文化として定着しないと何の意味もありませんっていうことを言われたんですよね。うん。でその後の女子サッカーを見ていると、どうもまだ今一つ、みんなで盛り上がるっていうことが感じられない。おまけにその時、スポーツ文化としてっていうことを宮山選手が言われた時に、文化っていうのが、どういう意味かっていうのが、どうも日本人はみんな分かってないんじゃないかっていう感じがあって、みんなで作っていくのが文化だと、カルチャーですよね。要するにカルチャーというものは何かを実らせたものというような意味で、それから農業で実らせたのがアグリカルチャーということになるんですけれども、みんなで作る文化というようなものが、どっか遠くの方に離れちゃって、資本主義の世の中で金儲けの手段になっちゃってると。これは、まあ今、大谷のホームランの話から始まったんですけれども、オリンピックなんかもそういう感じがしてきましたですね、だんだんと。うん。やっぱり勝つ負けるというのが、まあ、スポーツうん。の興奮であるのは間違いないんですけど、はい。その勝つか負けるかは一番やっぱりお金にしやすいっていうか、ドラマにしやすいってあいうところあ、で、はいはい。だからどうしてもその勝利至上主義というんですか、う勝ん。つか負けるかっていうことが最初にそのフィーチャーされちゃって、うん。それ以外のスポーツの魅力っていうのがね、全く軽視されてますよね。そうですね。本当のスポーツの面白さというものを、ここで本当に感激したスポーツというものを考えてみると、私なんかよく言うんですけれども、幼稚園のリレー、これほど面白いものはないっていうね、それをそれこそ WBC よりもずっと面白いなんていう言い方平気でするんですけれども、
もう観客といっても、父兄ですよね。がもう必死になって応援して、もう走っている子供たちも必死になって逆さまに走る子供もいれば、こう焦げて泣く子供もいるけれども、そこで助ける親まで出てくるんですけど、みんながわーっと盛り上がって、ほんで終わったら、勝った負けたも関係なく、皆さんよくやったねーってなると、まあこれは極端な話かもしれませんけれども、小林さんは、スポーツを一番いい状態っていうのは、どう見ておられますか？想像できますか？今の、まず一つ、ワールドカップの女子の優勝はい、の時にね、あはい、の、夢をありがとうっていう、要するに優勝してくれて、日うん、本中に元気をくれたという表現を、マスメディアはほとんどしたんですけど、はい、僕はそうじゃなくて、日うん、本の人たちが彼女たちに力を与えたんじゃないかな。あるいはあの災うん、害というものが、そのうん、選手たちにね、あの、はい、日本のチームにすごいなんか、実際以上の力を与えたんじゃないかっていう、むしろはい、こっちの方が大きいように感じたんですけどうん、も、うん、なんかそういうこともあんまり話題に上ることなく、うん、はい、うん、要するに一面的な見方でみんなうん、がなんか興奮したらそれで OK うん、という流れがありますよね。うん、だから今、玉木さんが言われたことなんかも、まあ僕も孫がいて最近、はい、保育園の幼稚園、運動会とか小学校の運動会見に行った経験がありますが、はい、必然的に勝つ子ばっかりじゃないので、ああ、そうです。うん、自分の孫がなんうん。でこんなにフライングするならまだしもっていうのは変だけど、遅れて出て行ってなんで平気なんだみたいないや、現実をそうそうそうそ得られるわう。うん、けですよね。うん、そうするとなんかそういう現実を受け入れるっていうか見せられて、うなんかいん、ろんなことを考えさせられるのが、楽しいっていうのかうね、ん。って思って、そんな経験がありますね。そうですね。そういうの、みんながとにかく一緒になってやっていることが楽しいっていう瞬間、というスポーツのあり方、それをもうスポーツだとするならば、それがだんだんと勝ち負けの価値っていうものが、こう固定化されていくわけですよね。それいつ頃からかなと思ったら、昔は小学生なんかどうでもよかったと思ったのが、最近は小学生でも全国大会あるんですよね。うん。それで中学生でも我々の時には全国大会はなかったです。私は今日関西でしたから近畿大会が一番大きな大会だったです。高校になると初めてインターハイというものがあって、そこでやっと勝ち負けが出てくるんですけれど、私なんかバドミントンという競技をやっていましたが、インターハイに出るのが目標であって、そこから優勝するなんて全然考えられませんから、もううん。インターハイに出れたら最高に嬉しかって、そこで一回戦勝ったら最高に嬉しかって、それだけでよかったんですけど、最近はどうもメディアの力ですかね。こ確かに、僕はまあ、高校野球をやっう、はていい。て、その甲子園っていうのは当時からあったわけですけうん、はど、い。だけど、なんか甲子園っていうのはどっか遠い世界の話なので、はい。頭の片隅っていうか目標とは言ってるんだけど、それよりうん、も毎日の今日の練習試合だったうり、ん、市内大会だったり、そこにうん、もう出れるか出られないか、出たら、打たれたとか、僕はピッチャーだったのでう抑えたとん、か、なんかそのことの方がね、大きくて、うん、甲子園なんてものは、でも、ある時期から、やっぱり野球といえば、まあ、高校野球といえば甲子園が全てうん、の価値うん、で、そこに修練されるみたいな風に、なんか、こうん、れやっぱりメディアを中心とした人たうん。ちの価値観の創造がそうなっちゃったんじゃないですかね。やっぱりメディアの、なんて言いますか、描き方うん。というものが、どうしてもその勝ち負けを中心に、それもトップの勝ち負けを中心に、話してしまうというようなことになって、それ以上のことにならないっていうことに、
その喜びをどこに持ってくるかっていうのがよくわからない。で、最近は、何ですか、素晴らしい、ながんで亡くなった、阪神タイガースの、外野の選手が映画にもなって最後のバックホームという形で、そういうものを称えるっていうのはありますが、それもまた、なんか別の極端な例のような感じがするんですよね。で、それで、小林さん野球やっておられましたけど、最近野球人口の減り方がもう激しすぎるというので、東京新聞でこんな記事を見つけたんですけれども、阪神タイガースが中学軟式野球チームを創設すると。そこで部活動の地域移行をめぐって、そこで、野球人口の少なくなっていくのを止めたいということを言ったんですけれども、兵庫県の西宮に3つの学校を拠点にしたいと。まあ中学の軟式野球チームですね。そういう記事が出たんですけれども、これ、私読んだら非常にもう、なんていうんですか、暗い気分になりまして、要するに、これ、ほんの一部でしょうと。で、全体で野球を考えているところがどこにもないんですよね。特に野球はそうですよね。で、それで、最近は王さんが、ソフトバンクの王会長が、栗山さん元日本代表の監督と一緒になって、野球を振興するということも始められたそうですけど、これもまた別々ですよね。全体に全くならないと、この辺、小林さんなんか野球やっておられて、そういうことに対するなんか苛立ちみたいなものは、持っておられたんですか？それともいつ頃から持たれるようになるんですかね？まあ自分がそういうことの提唱が、うん、その、できる立場ではないとはうん、思うんですが、うん、そのことは今もうものすごく大きな思いとして、うん、胸の中にありますようね。ん、玉木さんおっしゃったように、みんなで考える。うん、うん。そして、いわゆる対症療法じゃなくて、はい、はい。全体の哲学から、う将ん、来ビジョンから、そしうん、て誰のための、野球なのか、うん、もういくら WBC で優勝したって日本のうん、野球少年は増えない。なんでかうん、と言ったら、やる場所もなければ、うん。お金もないし、はい、はい。それで、ましてや公式野球なんてやる場所がないんだかうら、ん、というような発想を誰もというか多くの人がしないですよね。うん、公式野球の立場の人は、やっぱ公式野球を中心にものを考えるし、う軟式野ん、球の人たちは、どこかやっぱり公式を目の敵にするようなところがあるんですね。はい、はい、はい。という意味で、全くみんなが、一つの方向を向いていないんですようん、ね。うん、それから、高校野球を考えるって言ったときに、うん、例えば高野連が、じゃあ未来を考えようと言って集めてくるのは、やっぱりなんか甲子園にたくさん出場させた名将という人たちだし、だからその人たちが考えることと、やっぱり将来ビジョンは全く別の次う元なんん、だけど、なるほど。うん、王さん、栗山さんのようなはい。方が中心になれば、本当はそこにみんなの意見が集まっても良さそうなんだけど、うん、一体何が本当の目的なんだろうっていうのが全然うん。見えてこないんですよね。なるほどね。まあ、何が本当の目的なんだろうっていうのは、本当、なんていうんですか、めちゃくちゃ単純な、言い方でありながら、めちゃくちゃ鋭いご指摘だと思いますね。何が本当の目的なのか、どうしてスポーツをやっているのか、どうしてスポーツを発展させようと思っているのか、そのあたりの、なんて言いますか、旗を振る人じゃなくって、みんなで集まる場所みたいうん、なものが、特に野球は存在してませんよね。そもうん、そも。全く。そうですね。サッカーならまだサッカー協会っていうものがありますし、から JOC なんかもう野球には口出しができないと。
まあ私が経験したことでは、スポーツ議員連盟の方と東京オリンピック2020の時ですね、もうスポーツ議員連盟の方と盛んにいろいろしましたけれども、議員連盟の方みんな朝日新聞とかのをボロクソに言うんですね。もう高野連はダメだということを。でもそれはみんなが集まってる時に言うだけであって、外には絶対発信しないですね。あれは面白かったですね。もう高野連があるから高校野球ダメなんだよな。あれなんとかならないのかなとかなんとか言うんですけれども、何言ってるんだろうなって逆に私の方が引いてしまって、あなたそんなに言うなら言いなさいよと、外に出て。ところがやっぱりマスメディアっていうのは議員さんにとってはあんまり嬉しい存在じゃないですね。嬉しいというか、協力できる存在じゃないというか、怖い存在なんですね。うん。叩かれるのが嫌で、うん。そういうのをつくづく感じたっていうところが残念だなと。僕、今思い出したのは、鈴木大地さんがスポーツはい、庁の長官だった時に、はい、長官室でインタビューしたことがあってね、はい、はい。その時に高校野球を何とかしたいというような意思は持ってたんですよね。うで、ん、彼が、まあ、どこまで彼の言葉で、どこまでその官僚の意見なのかっていうのは、他の話題はい、含めて、ちょっと測りかねたんですけうど、ん、高校野球に関しては、結構明確なことを言ってて、うん、やっぱり高校じゃなくてクラブでやった方がいいんじゃないかと思っていると。うで、それはん。スイミングクラブ育ちの鈴木さんにすれば、ああ、なるほある意味当然なことで、ど。はあのい。中学はシニアボーイズがあるのに、なんでうん。高校ばっかり高校でやるんだっていうね。で、これはね、一部そういう提言なさってたんですよね。はい、はい。だけど、全くそれが発展しない。もう、やうん。っぱり、高野連をね、潰してそんなうん。ことできないみたいな、なんかの力関係があって、うん。交渉の長官が提言しても、全く次に進まないんだなっていうことを僕はなんか、へえと思ったへえっていうか、がっかりっていうかね、うん。記憶がまあ、ありますね。そうですね。一時、読売新聞が、高校野球批判、まあ、はっきり言うと、朝日新聞主催の高校野球批判を展開したことありましたけども、なんか、いつの間にか忘れてしまいましたね、みんなも。というような感じで、どうも私の考えではもう、メディアの悪口を言いたくなってくるというふうになってしまうんですけれども、今年で去年ですね。去年の甲子園でもいろんな事件ありました。それこそ広島県の広陵高校の事件もありました。小林さんはそれに関して、後の、なんていうんですか、後追いと言っていいと思うんですが、取材をされたようなんですけれども、そのはい。後の展開っていうのはあったんですかね。ですね、僕は事件が起こった時も、テレビの番組でコメントを求められたりはい、はい、ので、これはやっぱり、本当に被害を受けた選手、特うん、に発信をしていたのがお母さんなんですよね、ネッはい、トなんかはい、で。かなり、詳細に書いておられて、ただうん、これがご本人なのかどうかっていうのがはっきりしなかったので、うん、まず本当に、当事者のお母さんの発信なのかなというのを確認したいうん。と思ったんですが、なるほど。その時はちょっと直接連絡を取れなかったんですよ。はい。もうかなり後になって、もう去うん、年の暮れに近い時期になってから、うん。いや、すいません、連絡できなくて、みたいなことで、おー、はい。連絡をいただいて、直うん。接会話をする機会があったんですね。はい、はい。で、詳細もそうだし、その後の動き、結局今は警察に委ねられているみたいな形になってうん、いて、うん。それが進んでるのは、一つ、当事者にとっては、ポジティブな話だし、はい。本人は、転校して、今もう一うん。をやっていると、なるほど。他の学校でね。はい。これ、高野連の場合は、転校すると1年間出場停止みたいなことはい。なんかが、そうらしいですね。はい。さすがにいじめが認定されているので、はい。すぐに出場することもできると。なるほど。うん、その代わりやっぱり本人も、いろんなその周囲の目もあったんでしょうね。秋のうん。大会も
望めば、ベンチに入ることもできたのかもしれないけど、やっぱり秋の大会は自分が、ちょっとやめときますみたいなことで、秋のお大会は出なかったらしいんですが、なるほど。だから影響が全くないわけじゃないんだけれども、なんとか高校野球を、今年の夏の甲子園を目指すというような形ではできると。でも、聞いてみると、やっぱり高校の体制とかね、はい。高校がその野球部のあり方、指導のあり方を見直す、あるいは高野連がこんなことがもう二度と起こらないようにというような動きは、どうも僕が取材する限りにおいてもあんまりないですよね。あのことがなんとなく穏便に住んでいくという流れに任せているだけで、だってあれでちょっと夏の大会のやり方を見直そうとか、そういうのはもう全くないですからね。今彼らが一生懸命やってるのは、ね、9回を7回にするっていうのがどうもメインになっちゃっていて、なんだそれって感じなんですよ。なるほど。まあ、それもあれですね。先ほど小林さんが言われた、何のためにやっているのかということに対して、なんて言いますか、共通の概念とでも言いますが、共通のもっとロマンチックに言うなら、共通の夢、この夢のためにやっているんだっていうのが、何かね、夢が甲子園の優勝だったら、たった一校のためにやっているのかっていうことになりますよね。その全体で高校野球がもっとそれこそ、先ほど言った宮間、彩さんの言ったような、カルチャーとして存在するならば、高校野球にはこんな夢があるんだぞというビジョンを出してくれればいいのが、そういうのは全然ないですよね、今のところね。2、30年前にプロ野球の OB の方々が、はい。キャッチボールのできる公園を作ろうとかね。ああ、いいですね。それで、キャッチボール専用のボール、U ボールっていうのを開発されて、僕もよく使いましたけど、はい。質感はちょっと、公式っていうか、ゴムじゃないんですよね。はい。で、柔らかくて、慣れるまで投げにくいんだけど、やっぱ当たってもそんなに痛くないし、っていうのは、ボールまで作ったっていう時期が、あれどうでしょう、20年ちょっと、20年ぐらい前だと思いますね。私もそれ、覚えてますね。それはすごい、玉木さんおっしゃった夢の一つの、やっぱり親子でキャッチボールするとかね、はい。友達同士とキャッチボールして楽しむ。そしてそこから、3人とか5人とかの草野球に発展するというような、それは、すごい夢につながる、そうですね。僕は思うんですよね。そうですね。でもそれが、なんで、うまくいかなかったっていうか、大きな、動きにならず、なんか尻すぼみになったっていうのは、その理由はきっと経済的なことであったり、それは儲からんってことだったり、かもしれませんけどね、そこはちょっと検証する価値はあるかもしれないでなるす。ほどね。今、小林さんの話聞きながら私思い出したことが2つあるんですけれども、1つは私なんかの小さい頃、私は京都の祇園町で、今はもうなんか観光客でいっぱいになっている花見小路の一本西の通りの、商店街で私は育ったんですけれども、そんな商店街でも、昼休みみたいな時になれば、道路に出て、キャッチボールしている人いましたからね。昼休みに。それは、NHK の、例えば昼のニュースなんかでも、今日は梅雨の晴れ間に、丸の内でもキャッチボールをする人がたくさんいました。サラリーマンがキャッチボールしていたっていう、そういう野球の、なんて言いますか、文化が、やっぱり存在したことは確かなんですよね。その文化に対して、キャッチボールはやめましょうなんていうキャンペーンのようなものが出てきましたよね。公園ではキャッチボールはやったら危険ですというような。それからなんか野球をやるためには、ユニフォームを着てきちんとした場所でやらなければいけないというようなことになって、野球の文化というものがどうも尻すぼみになったというような気がするんですね。で、
それが、マイナスだというような意識も多分なかったんでしょうね。エリートを育てるのが野球だということになってしまって、マスメディアにとっては、道路の上でのキャッチボールというのは、やっぱり絵にならないんでしょうね。梅雨の晴れ間の絵になった理由というのは、時代がもうなくなってしまったらダメなんだというところで、そういうと、ただ、二つ思い出したっていうのは、もう一つは、ある、どこの放送局だか忘れましたけれども、J リーグでサッカーが盛んになった頃、イタリアのサッカーはすごいんだよって言って、イタリアでなんていうんですか、ゴールに点数をつけて、蹴って、その板を割っていくののゲームみたいなのありますよね。あれをイタリアでやらせたっていう時に、イタリアの大きな道路か公園のところに立てて、ボールを道行く人に蹴らしたら、レストランのシェフのような男が出てきて、そこでシュートをしたらめちゃくちゃうまかったってね、今でも覚えてるんですけれども、イタリアではこういうようなサッカーの文化が残ってるんだと思ったので、道路の上でのキャッチボールを思い出したってこともあったんですけども、そういう光景っていうのは今、全くなくなりましたね。なんかいや、エリートスポーツと一般のスポーツの乖離というのが激しくなったのかな。いや、これまさに玉木さんが文化とおっしゃったはい。ものとすごくつながってるのかなと思っうたんですけん。ど、うん。日本ではやっぱり文化じゃないんですよね。要するに文化っていうのは生活と密着しているはい。人と人とのつながりだったり、そうういうところん。から生まれてくるものなんだろうとうん。思うんですはい。けど、どこかで間違ってるっていうのか、あうん。の、アメリカなんか行くと、公式野球をやっているくせに全然策がないとかね。ああ。なんか僕も大リーグのキャンプに行った時にホームラン打つ練習みたいなのをある4番バッターがやってて、はい、はい。全部場外行くわけですうよ。ん。キャンプ場のスタジアム、はい、はそんない、ないから、はい。そうしてもう止めてある車にボン車に当たるんですよね。とか、でも、私もアリゾナで見ましたね、それは。うん。そういうのを、あと例えば少年野球、子供の野球でも、そのファールが道路の方に飛んでって、うんちょうどたまたま走ってきた車にドーンとぶつかったりする。もう日本だったら、もうみんなが青くうなって大ん。騒ぎなんだけど、うん。もう当てられた人が、ヘイとか言って、そのまま行くみたいなね。なんかなんか、そういうなんかスポーツとの、感覚が違うというか、だうから、ん。今、日本ではスポーツはすごいものに言われてるみたいでいて、うん。生活レベルに落ちるとかなり暴力的なものってされてると思うんですよ。ああ、それはすごい、鋭いご指摘ですね。生こ活レベルのスポーツが結構まあ、暴力的なものに見はい、られながら、エリートのスポーツは、極端に素晴らしいものと見られそうなんですよ。るという。だから公園にボールを持って投げ始めたら、やっぱうん。特に小さいお子さんを持ってらっしゃるお母さんなんかはもう眉をひめるわけだうん。し、うやっぱりん。そういうのを、危ないと思っている、中高年の人たちは、子供からボールを取り上げたり、バットなんうか持っていん。こうもんならもうバット取り上げてうん。返さないみたいなね。うん。まあ、あとやっぱり、小学校の校庭で野球をやっているその声も騒音とされてるわけですよ、今はね。はい。はい。まあ、もう、本当にプロのスポーツはものすごい尊敬されているかうのようで、ん。自分の身近にあるスポーツは全部暴力的っていうか、迷惑行為ですよね。ああ、なるほど。そこなるほど。がやっそうですね。ぱり全然文化でも何でもない。だからそれを迷惑行為って言っちゃったら、本当は未来の大谷も山本由伸も生まれてこないはずなんだけど、うん。そういうことすら、疑問を感じない。あるいはメディアもそういうところにみんなに提言っていうかね、うん。問題提起をしないっていうのはうん。あるかと思いますなるね。ほどね。
まあメディアによる、まあ一言で言うならば二極化というような言葉でも言えると思いますけれども、今のその文化としての定着していない日本のスポーツということがありました。ただ、あの、小林さんが今その中で、ただ一つ、お金の話をちらっとされました。お金がないんだという理由が結構そこら中で聞かれますよね。うん。それで日本のスポーツ予算というのがまるで少ないというような現実もあるわけですよね。このあたりなぜなのかって、またどうすればいいのかっていうのを、これちょっと話長くなりそうなので、はい。次回にはい。ぜひとも取っておいて話したいと思います。はい。次回どうなんですか？それの入り口として一言だけ小林さん、スポーツベッティングのことをよく小林さんは口にされてますけれども、はい。スポーツベッティングやっぱり日本でも取り入れるべきだと思われていますか？いや、べきかと言われると、うん。そんな賭博をやるのかっていうことに対する答えは僕にはないんですけど、ああ、なるほど。はい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 。ただ現実的にね、やっぱりスうん。ポーツ財源というのを考えるっていう意味では、うん。まずテーブルに上げてみんなで話し合うべきだと思いますよ。なるほどね。うね。ん。それが何かきちんと話が進んでいないというか、話し合うことが進んでいないという現実が何かちょっと、まあ僕は結構、まあ玉木さんの方が先にね、この問題は詳しくご存知はい。が、ここ数年、当事者たちに取材をしているうん。ことを伝えると、水面下でしか競技が行われていないと。これを、やっぱり国民的な議論にしようという意識がないんですよね。何かね、そうだな、トトの話が出るときも、初めは水面下でしたね。うん、何か、それこそ、博打を、こう、水面下で、どんな風にしてごまかしながら、やるか、みたいな話でしか進まないというのは、これは悲しい話ですね。もう少し、こう、世界の動向も見ながら、その、ベッティングの話、次回、はい。思い切りやりましょう。はい。小林さん、お願いします。よろしくお願いします。はい。はい。それでは皆さんご覧いただきありがとうございました。次回のフォーラム8プレゼンツ玉木のスポーツジャーナリズムは今週のテーマ、オリンピック WBC ワールドカップバブルとバカ騒ぎのスポーツ界を切るのエピソード2、スポーツベッティングの未導入は貧困なスポーツ行政の象徴だです。引き続き小林さんとともにお送りします。それでは皆さん次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。